さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はトヨタの新型ランドクルーザーをご紹介していきたいと思います。この車は車好きの皆様ならもうご存知かと思いますが、納期が数年かかるという欲しくても手に入らないほどの人気ぶりで、このただならぬ雰囲気すごく気になりますよね。今回は特別に少しだけ撮影時間をいただくことができ、やっぱり世界が認める車は違うなと思わせてくれる素晴らしい内外装になっているので、最後まで一緒に詳しく見ていただけたら嬉しいです。それでは早速スタートです。本日ご紹介するグレードは ZX というディーゼル車となります。全長 4985mm、 全幅 1980mm、 全高 1925mm、 燃費は WLTC モードで 9.7kg です。今回ご紹介するこの新型車はどんな過酷な状況をも走破できる、まさに無敵の仕上がりになっているのも特徴で、この敵なしの頑丈さにこのラグジュアリー感、これは反則レベルですよね。候補に全くなかったこのランクルも一度は乗りたいなと記憶に残るような素晴らしい作りになっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、この薄型で貫禄をも感じるヘッドライトに大型のワイドグリルといい、とても存在感強めのかっこいいフロントマスクとなっています。このヘッドライトは三眼タイプのダイヤのような美しい目を持っていて、この下の太いアイラインといい、世界を知り尽くした雰囲気、すごく神々しささえ感じられます。またここのグリルは想像以上にギラギラしすぎないデザインに仕上げられ、フードに厚みを持たせることで迫力と強さを表現するとともに、横から見た時の重厚感、これは SUV らしい力強さもはっきり伝わりますよね。そしてこの全てのデザインをより際立たせているのはボンネットに描かれたデザインにあると思っていて、ランクルの特徴でもある中央のえぐられた造形もそうですが、ここのヘッドライト部分を一段フラットに落とすことで、より全体の表情が豊かになり、ダイレクトに力強さが引き出されていますよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、デイライト付きのフル LED 仕様になっています。もちろんハイビームを押したままでも先行車や対向車を避けて照らしてくれるアダプティブハイビームシステムが搭載されていて、このただならぬ存在感、夜は少し怖いと感じるほど迫力がありそうです。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで全体的に角張った造形を取り入れた、とてもアウトドア車らしいかっこいいサイドフォルムとなっています。ここの窓のメッキ部分は後方に行くにつれて太く、高級感を演出するとともにリアのオーバーハングを長くすることですごく全体が伸びやかに見え、箱型のかっこよさの中に美しさも感じられます。またここのサイドステップは ZX 専用のエアロタイプになっていて、サイドを低く見せることでオフロード車でありながらラグジュアリー感も感じさせてくれるデザイン、ほんとこのバランスはかっこいいなと感じました。タイヤは20インチです。このクロームメタリック塗装されたホイール、すごく高級感を感じますよね。そして給油口は左側についています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで安定感のある台形フォルムに大型のリアコンビネーションといい、とてもシンプルでありながら力強い、そんなリアスタイルとなっています。車格が大きい分かっこよく見えるのはもちろんあると思うんですが、この点灯しなくてもわかる先進的なライトの造形に少しレトロな味を織り交ぜた箱型のデザイン、これはもうランクルという王者だからこそ出せる堂々とした世界観ですよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、この美しさをも感じる迫力あるデザイン、すごくかっこいいですよね。ウインカーはフロント同様流れるタイプのものが採用され、長さもしっかりあるので視認性もとても良さそうです。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。内装はこのような感じで、さすが SUV 王者という貫禄にふさわしい、とても高級感漂う上質なデザインとなっています。どんな過酷な環境下でも走れるランクルならではのデザインに、誰が見てもうっとりするようなラグジュアリー要素を掛け合わせた素晴らしい内装に仕上がっているので、詳しくその全貌を見ていきましょう。まずフロント中央には 12.3 インチの大型ディスプレイが搭載されています。このナビは2画面表示で
地図を広げたままなどでもいろいろな情報を操作することができます。その下には少し角度のついたエアコンの吹き出し口とハザードボタンが設置され、よーく見るとこのパネル自体は宙に浮いているかのような立体的なおしゃれなデザインとなっています。さらにその下にはエアコンの操作スイッチなどが配置され、結構昔からダイヤル派としてこっそり推奨してきたんですが、このつまみで操作するデザインや操作感もすごく新しくて、これも結構ありだなと感じました。またここにはシートヒーターとシートベンチレーションというシートを涼しくしてくれる機能や、ステアリングヒーターのボタンも装備され、この逆に凹凸を作ってデザインするというのはすごくユニークでありながら、見やすくて押しやすく、褒めてばっかりになっちゃいますが、すごく新しい感覚に触れたセンスを感じました。そしてここには高質感漂う鍵盤のようなボタンが配置され、ここでナビなどの操作をすることもできます。一段下がってその下には DVD などのスロットがついていて、ここには JBL のロゴがついていますが、この 12.3 インチのナビにはセットで JBL プレミアムサウンドシステムが搭載され、14個のスピーカーで迫力のある音を楽しめるようにもなっています。ここには USB に SD カード、アクセサリーソケットなど必要十分なものが備わっていて、あえて蓋付きにすることで見栄えがすっきりするのはすごくポイントが高いですよね。そしてここにはシフトレバーが備わり、バックギアに入れるとこのような音が鳴り、周囲を確認することができます。ハンドルの左側のビューというスイッチを押すことで、さらに視覚になりやすい部分を映してくれる機能も搭載され、こういう大きな車に乗る以上、必要以上に確認できるのはすごくありがたい機能ですよね。シフトの隣にはドライブセレクターのボタンや操作ダイヤルが配置され、エコ、コンフォート、ノーマル、スポーツ S、スポーツ S プラス、カスタムととても細やかな設定ができるようになっています。ここにもいろいろと本格的な設定ができそうなボタンがあるんですが、今回は限られた時間しかなかったのですみませんが割愛させていただきたいと思います。ここにはもちろん電動パーキングブレーキとオートホールドのボタンが備わり、シフトの反対側には置くだけ充電ができそうな雰囲気を出している小物置きがついています。そしてその後方にはドリンクホルダーが備わり、新型ハリアーにもついていましたが、高さを変えることのできる付属品が運転席側のみついていて、助手席側は普通のドリンクホルダーと使い分けて使えるような、そんなデザインになっています。さらにその後方には大型のアームレストが備わり、中は大きな収納空間になっていて、なんと助手席側からでも開ける両開き仕様はさすが高級仕様であり機能的だなと感じました。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルは本革巻きで握りやすく、下半分が木目調、スイッチ類にメッキ化色ととても豪華なデザインとなっています。ハンドルの左側でナビやメーター内のディスプレイ操作ができ、右側はクルーズコントロール関係の操作ボタンとなっています。ハンドルの調整は電動で調節することができて、前後、上下に大きく調整することができます。エンジンスタートスイッチは運転席の左側についていて、なんと指紋認証システム搭載のスタートスイッチとなっています。メーターは二眼タイプで、針の色は全てレッドととてもオフロード感強めのかっこいいデザインになっています。ヘッドアップディスプレイも標準装備になっていて、私は結構使う派なんですが、特に夜などの運転では視線移動をしなくて済むのですごくおすすめです。それでは次にシートを見ていきましょう。シートはこのような感じで高級感が漂う本革シートとなっています。シートに座った感じもとても良く、アイポイントも高いので想像以上に運転がしやすい印象です。シート調整は運転席助手席ともに電動で調整することができ、運転席のみ腰が当たる部分を微調整できるランバーサポートもついています。ドア内側にはシートメモリーがなんと3名分まで登録することができ、そんなにいると思うくらいの余裕がやっぱり高級車って感じがしますよね。そしてドアを閉めた音はこのようになっています。フロント上部にはムーンルーフが備わっていて、
ここのスイッチで自動で開閉することができます。正直ここはこれだけ大きな車なのでもっと開放的にデザインしてほしかったなとも思いましたが、やっぱりここは最強のオフロード車ということもあって機能安全面が最優先なのは致し方ない部分ですよね。そしてここにはサングラスホルダーとおしゃれな LED のルームランプが備わり、ここはもうおなじみのヘルプネットのボタンがついています。さすがにこの車が煽り運転に合うというのはあまり考えにくいですが、突然の事故や急病時に専用オペレーターがすぐに対応してくれる機能は本当ついているだけでも心強いですよね。助手席前にはソフトパッド素材の覆われた鍵付きのグローブボックスが備わり、中は2段式の大きな収納空間となっています。そしてサンバイザーは運転席助手席ともに鏡と LED の照明が付き、このバイザーのふかふか加減はやっぱりいい車だなと感じさせてくれるほど上品な作りとなっています。それでは次に後席を見ていきましょう。後席はこのような感じで、まずドア内側ですが、もちろん前の席同様ソフトパッドに木目調、ピアノブラックのツイーターととてもスポーティー要素も感じるおしゃれなデザインになっています。シートに座った感じもとてもよく、足元空間、頭上空間も程よくあり、これはとても快適です。そして今回はオプションのリアエンターテインメントシステムというモニターが装着されたお車で、このようにまるで飛行機に乗っているかのような自分の世界に入れる空間づくり、ほんとこれは最上級のおもてなし装備ですよね。そしてここからが後席の最大の魅力ポイントになるんですが、なんと後席には前の席の操作パネルをそのまま移植したかのような贅沢な操作パネルが備わり、シートヒーターはもちろんのこと、シートベンチレーションまで装備され、エアコンも左右独立、 USB にアクセサリーソケット、イヤホンジャックと、もうどの王様を乗せるのと突っ込みたくなるような VIP な仕様となっています。後席側からもコンソールボックスを開けることができ、オプション設定にはなるんですが、クールボックスというこの収納空間を保冷する機能もつけることができ、冷えたシャンパンを片手に映画なんて見れたら、もう移動空間も最高に楽しい時間になっちゃいそうですよね。それでは最後にラゲッジを見ていきましょう。ラゲッジはハンズフリーでもボタンでも自動で開閉できる仕様となっています。中はこのような感じで、今回はこの車格で5人乗りということで、とても広々とした収納空間となっています。ここには 100V の電源も備わり、ルームランプは LED と、どこまでも使いやすさ重視なのはさすが SUV 用者という感じがしますよね。そしてさらに荷室空間を広げたいときは2列目を簡単に跳ね上げることもでき、構造上綺麗なフラット状態にはできませんが、何かクッション素材などで埋めてあげれば車中泊もできなくはなさそうです。いかがでしたか？本日はトヨタの新型ランドクルーザーをご紹介しましたが、この日本離れした迫力ある外観に高級感とオフロード感をミックスさせた内装といい、これはまさに王者という言葉がふさわしいほどの素晴らしい作りの一台でしたよね。私自身正直この車をご紹介できると思っていなくて、今回数時間ではありますが撮影をさせていただくことができ、改めてなぜこの車がそれほどまでに人気なのかを感じることができ、車の世界は本当に奥が深いなぁと感じることができました。まだまだ深刻な納期問題はありますが、これを本当に見て乗ったらそんなことは関係ないと注文したくなる気持ちもわかりますし、こういう車がある限りロマンという言葉が成立していくんだろうなと感じさせてくれるような SUV でした。実際にランドクルーザーに乗られている方や試乗された方、検討されている方の感想など、ぜひコメントに書いていっていただけると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。